としかもパソコンカメラじゃ花になってた。はい、こんばんは。時間になりましたので始めさせていただきます。ドロです。よろしくお願いします。また今日ドタバタとしております。まず TikTok の方が全然設定ができずじまいで、YouTube だけでやっていこうかなと思います。なんかね、Wi-Fi がダメです。はい。ということで、今日もね、ドタバタさっき帰ってきたところで、準備はしてたんですけども、今日 Yahoo ニュースからちょっと見て、家庭教、しみじさんいつもありがとうございます。ご苦労様です。今日はマイク大丈夫そうですね、きっと。多分入ってると思います。設定いろいろやってるとね、なんかね、漏れちゃうんですよね。すいません。ございます。で、今日も家庭教師夕方からしてきて、帰ってきて、みんな高校生テスト前ということで、テスト勉強いろいろ手伝ったりとかしてました。ありがとうございます。音声 OK ですね。で、科学がね、今ね、高校2年生の子が参加還元やってて、で、今日物理、高校1年生の子物理ちょっとお願いしますって言って、物理をやってて、波っていうところと、それから、オームの法則のとこですね。中学生でもオームの法則って電気のとこやるんですけど、高校生のがもうちょっと、複雑でもないな。でも、だいぶ思ったのは、物理基礎とかも、昔と比べて、だいぶ簡単になってます。中学の延長みたいな感じになってますんで、やっててね、こんなもんだったかなと思って、割と、オームの法則のところはね、簡単だったっていうか、昔はでも難しかったですけどね、すごい。はい。ということで、テスト前という、学年末テスト前ということでね、みんな頑張ってるんですけど、ただ、今このニュースがあるように、今ちょうど、ちょっと、コロナがまた高校生のあたりでクラスターとかが発生してるみたいで、ちょろちょろと、これ東海圏のニュースなんですけども、小中学校あったんですけど、高校生の方でまたチラチラっとね、出てきてしまったようです。やっぱ、経済活動はね、本当にどんどん進んでっていいんですけど、教育関係とかはね、どうしてもクラスター発生すると、やっぱ風邪なんですけど、テストとかに影響したりとか、しちゃうので、なかなかね、柔軟に対応しなきゃいけないかなっていうところではありますね。私の施設でも今、そうですね、結構柔軟に対応しなきゃいけない状況が続いています。できるだけ子供たちには申し訳ないですけども、学級閉鎖とかがね、ある時には、ちょっと来れないとか、そういうことがあるっていうこととかね、いろいろ判断が難しい状況なんですけどね。はい。来週も多分そんな判断をいろいろしていくのかなっていうのを感じております。はい。それではですね、今日早速なんですけども、ポチポチ、昨日できなかったこととかも合わせて、今日やっていこうかなと思っております。ではですね、今日早速、今日のやりたいことが日曜日はいつも世界株をやっています。で、世界株の ETF をやって、それから中国と、どうも、しのめさんお疲れ様です。よろしくお願いします。はい。世界株やって、中国株とやって、で、特集、昨日できなかったハイレバ商品。そうですね。どっちから行くかな。そうですね。せっかくなので、今日昨日できなかった特集を先にちょっとやっていこうかなと思います。ハイレバ商品というやつですね。結構珍しい銘柄とかね、GMO クリック証券ではありますので、で、それを、ファナさんどうもお疲れ様です。よろしくお願いします。今日ちょっと喉が枯れてるかもしれないですけど、はい。
頑張ります。はい。で、このハイレバ商品を先にちょっとやってから、世界株とかも見ていこうかなと思います。まずですね、ハイレバ商品の話、ハイレバじゃねえ、ハイレバとブルレバですね。ブルレバじゃねえ、ブルベア、ブルベアということで、こちらの方がですね、PayPay 銀行さんのサイトからちょっといい資料だったので拝借しました。大きい方がいいかな？はい。まず、変動、大きなリターンを狙うということで、ブルベア、これファンドの話ですけど、ブルっていうのは、皆さんご存知かもしれないですけど、上昇すると利益を得ることができるということで、上昇相場に強いと言われているものがブルと言われてますね。それから反対にベア、弱気な指数が下落すると期待できるものがベア。ね。あれですね。これ Yahoo 出せるかな？多分これブルベアでブル&ベアで出すと写真で見ると絶対出ますよね。はい。こういう写真が出てきますね。ニューヨークでしたっけ？どっかウォール街のところでブル&ベアの写真が出てるみたいですよね。どういうのだ？どれだろうね。これかな？この写真がそうですかね。ニューヨークにある写真ですかね。はい。なんかニューヨーク相場にあるって聞いたことがあります。はい。これですね。ブルの牛と、デッドブルのブルと、からベアの下がる。一般的にはこうやってね、言われてますよね。はい。じゃあちょっと戻しまして。で、どんな時に向いてるかっていうことで、これ一般的なことなんですけども、ブル商品というのは、ね、例えば、普通の株式市場がこうやって、右上がり、10%、次にまた 10% 伸ばしたら、1日が 10% で110。で、次が 9.1% 伸ばした。で、これブル、レバレッジ3倍の場合ですけど、1日の値動きが3倍。1日の値動きが3倍。ということで、1日の値動きが何倍になるかっていうのを考えてもらうということになりますね。よく知っていることかもしれませんけど。一般的なことでまず聞いてくださいね。それから、これがブルで、こっちがブルの下落した場合ですね。ブルの下落した場合、1日経った時に 10% 落としたら90。それから、もう 10% 落としたら80。ですけども、3倍ブルだと、落とした場合は1回目で70。2回目でもう 46.7 ということでかなり落とす。3倍レバレッジだとかなり落ちますよね。はい。ブルファンドの大きく下落する場合もこういう形になります。はい。じゃあ次ですね。ベアの方ですね。ベア型っていうやつですね。ベアの場合は今度は下落するときに一方的にね、相場が下落するときの有効な手段になりますということで、わかりにくいかもしれないですけど、ベアは、例えば、この 10% 落としたとき、ね、10% 落としたときに、ベアは3倍だと130に上がっちゃうわけですね。で、次、また 10% 落として80になったときに、ベアは130からまた 30% 上がって、33.3% ですけど、173という数字になると。これが頭で考えても結構難しいですよね。ブルベアは。特にベアは難しいかなと思います。
はい。逆。今度、ベアの商品が上昇したとき。株価が上昇したときね。10% 上がると、ベアは 70% に落ちます。次にまた 10% 上がると、ベアの3倍ですけど、また落ちます。ということで、ちょっとここでですね、例えばですよ。ブルとベアの見方で、ブルが 10% ずつ上げたときに、これね、ブルの方。3倍、ブルの場合165なんですよね。ベアが 10% ずつ下げたときには、173なんですよ。何が言いたいかというと、ブルの 20% 上げる方が、ベアの 20% 下げるより、ベアの方がリターンが高いんです。ありますかね？これでも一般的にこれで見ると何がどうなのって思うこともあるかもしれない。理屈はね。でも常に値動きって上がったり下がったりするじゃないですか。ね。なので、今回一応そのブルベアの商品をちょっと比較させてもらってチャートでちょっと今日はいろんな商品をブルとベアのやつとか、あと基準からとか、いろんな比較をして見ていただきたいなと思います。まあ、基本的なブルとベアの考え方はこういうことということで知っておいてください。でも、全然、実は有利なものとか違ってくると思います。あ、ここに1個書いてありますね。こんな時に不利っていうことで、ブルとベアは、一方的に動かないもみ合い相場。これもみ合い相場って言うんですけど、10% 上がって、10% 戻して、10% 下がって、10% 戻して。これレンジ相場ですよね。で、ここに書いてあるんですけど、相場が上昇したり、下落したり、繰り返して変動していくと、3日後には、株式相場よりも、低い基準価格になってしまいます。これはブルベアファンドの大きな特徴ですので注意が必要です。このことを皆さん知ってますかね？低減と言いまして、ね、10%、普通の場合 10% 上がって 10% 下がって 10% 下がって 10% ここ上がったり下がったりしているのに、ブルベア商品っていうのはパーセンテージで考えるので、結局は時間とともに下がっていく方というふうに考えます。なので、今の言う、例えば、こういう、なんていうのかな。レンジ相場においては、この商品っていうのは、どっちかっていうと、値を下げていく。ということを、知っていただきたいと思います。まずこれ、低減っていうのを知っていただきたい。はい。ではですね、基本的な話はこんなところなんですけども、実際に今日はちょっと見にくいですけど、ここから紹介していきますね。まずですね、ここ。ちょっとね、今日見にくいんですけど、見えるかな？これがですね、久しぶりに紹介するんですけど、1年でいいや。ビックスのウルトラショートという、ものになります。ビックスっていうのは、知ってますかね？恐怖指数って言いまして、S&P500 がこう、よくね、上がると恐怖がこう、ピューンって上がるってやつですね。で、今チャートに出しているのは、見えますかね？はい。これ。黒く出しているものが、日経とブルとベアの、両立てトライしたことが途中で飽きてしまい、そうなんですね。日経のブルベアの信用売りの両立て、なるほど。飽きちゃった。飽きちゃった。
面白いですね。はい。ですね。これがですね、黒いグラフが、ビックスの先物の値段になります。チャートになります。まあ、いわゆる1倍ですね。恐怖になると上がると。で、見えますかね？チャート、こちらのウルトラ S っていう方のチャート、見えます？これちょっと上がらないかな？上に。ちょっとごめんなさいね。もうちょっと6ヶ月にしますか。6ヶ月なら見えるかな？あ、これだったらもうちょっと見える。半年でちょっと比較しますね。はい。半年でこれ比較すると、これパーセンテージなので値段ではないので、パーセンテージですよ。今、このビックスのウルトラ S っていうのは、1.5 倍だったかな。あ、違う違う、3倍です。3倍の商品です。3倍の商品。で、ビックスがこういう形で恐怖になるとピヨーンって上がるじゃないですか。確かに、このビックスのウルトラショートも、これ青いとこ見えますかね？上がってるんですけど、明らかにこのウルトラショートっていうゆえんがですね、時間とともに低減するので、この商品っていうのは、どんどん、ビックスの値よりも下がっていく。ありますかね？もう明らかに下がってますよね。なので、この商品はウルトラショートっていう名前なんですよ。うん。で、これでどんどん下がっていってしまうので、もう時間とともに下がっていくので、この商品はですね、もしかしたら、あと数年ぐらい経つと、もう今の指数が 17.15 ぐらいかな？確か。はい。ゼロになっちゃうんじゃないかな。で、こういう商品は償還って言って、時間の経過とともに一回、チャラにしてまた売り出しに戻すかもしれない。うん。という商品になります。だから、こういった、ものっていうのは基本的にショートを狙っていく。このビックスのウルトラショートっていうのは、ショートを狙う商品になります。よろしいですかね？はい。だから初めてかな、僕ちゃんとこのショートを狙う話をしたのは。この低減っていうブルベア商品は、基本いろんなものを見て比較すればですけども、基本ショートを狙っていく方が有利だと考えてもいいと思います。ただ、その銘柄によって違いますよ。今日はそれも説明していきたいと思います。まず一つ目これ。ビックスの、ウルトラショート。で、隣にですね、ちょっと変なのを書いたんですけど、もう一個、多分初めて出します。ビックスの2倍ベアっていう商品です。ベアです。このウルトラショートっていうののまた反対です。反対の商品。ベア商品です。ちょっとここに書いたんですけど、これ比較のものがないです。これ何かというと、ビックスのベアですので、こう考えてください。ビックスは急激に恐怖があると上がりましたよね。確か。上がりましたよね。で、これはベアなので、ビックスの反対、要は急激に下がる。で、じゃあ S&P と一緒じゃんと思うかもしれないですけど、これが違うんですよね。ビックスの場合って急激にカーンと恐怖指数だから上がるじゃないですか。ね。これの反対なので、S&P と同じ値動きではないです。で、ここにちょうど、書いておいたんですけども、赤いところ見ていただくとわかるんです。これがビックスが恐怖指数、要は S&P が暴落して、ビックスがパーンと上がった時に、このベアはパーンと下がるんです。で、この商品って何が特徴なのと思うじゃないですか。これ、考え方ですけど、もう山を張るんです。この、見てください。ここで丸のついてるあたり。例えば、この数字で言うと、ビックスのベアを48っていうところあたりで、指値を例えば
入れておくんですね。で、指し値を入れておくんです。今僕51ってしてますけど、本当だったらもっと下でもいいかもしれないです。まるで網に引っかかったかのように、こういうところですね。はい。で、指し値が引っかからなければ、この商品は成立しないので、はい。ずっと指し値を入れておく。パーンと落ちて、またスッと上がるんですよ。わかりますかこれ。はい。なので、こういったものを本当にビックスのこちらのウルトラショートもそうなんですけど、先ほどちょっと見てわかりましたかねこのビックスのショートも、なんて書いたか。僕は 17.11 から 0.2 ずつ上へってことで、ショートを積むときに、0.2、0.2、0.2 って上に少しずつ指し値を入れていくんですね。1ロット、1ロット、1ロット、1ロット。これ330円 ×3 なので、だいたい僕1000円ずつ、細かく 17.1 に1000円、17.3 に1000円、17.5 に1000円、17.7 に1000円ってやってたんですよ。で、パーンって上がった時にそれが指し値がババババってかかるみたいな。そういうトレードだったんですね。で、今回の、これごめんなさい。なんか変な風になっちゃった。こちらの商品は、あれこれ比較してるとね、なんかおかしくなっちゃうの。これ一回消しますね。ビックスを。なんか、これね、うまくいかないんすよ。これ解説は解説だけにしとかないとね、あれです。なんか変な風になっちゃいます。ですかね。ですね。ちょっとごめんなさい。これ多分うまく。後のやつはね、後で直さないとうまくいかないです。これ比較対象をやると。いいや。はい。ベアの方はそのままいけるので。で、このベアの方はちょっと皆さんがチャレンジ、少ない金額でチャレンジできればと思うんですけど、S&P が下がってきたところで恐怖が増す。だから、こう、カスンと刺さるんですね。本当はちょっとこれ書いといた方がいいですね。これ、ここじゃないですね。51よりもっと、ヒゲでやれるといいですけどね。50.3 か。ちょっとこれぐらいでもいいです。50.03。ちょっと今、リスクリワードと書いておきますね。これはちょっとほんとトレードとしてブルベア商品ならではというか、だと思います。まあでも、はい、戦略というかね、下落の時にビックスをショートするのもいいんですけど、このビックスの2倍ベアっていうのを使っても面白いかもしれません。60.9。一回ちょっとここ下げちゃいました。IG 証券でもあるかな？ただ、レバレッジコントロールがやっぱりできないと、証拠金がこう増やしたり減らしたりできないと怖いですね。こういうベアの商品とかは。特に。はい。こういう感じですね。ここで指し値を入れておいて、もう、例えば来週とか再来週わかんないですけど、一回、S&P が暴落が来た時に、同じようにもっと下がりますので、これのベアが。ボーンと下がってきますので、それで引っかかって、で、ボーンと下がって、ボーンと上がりますので、これ。はい。という商品ですね。はい。推奨してるっていうか、本当もしちょっとトレードで面白いかなと思ったら、少ない証拠金で一回チャレンジしてもいいかなっていう、そういうお話ですのでね。ちなみに僕もちょっとこれ一回ベアをやってみようかなって思ってます。はい。なので、これ指し値を先に入れとかないといけないかもしれないです。あと、こっちはあんまりないですけど、このウルトラショートの方は、よく人気が多いので、売り金になります。売りの禁止。下がってきたところで利益になる方が禁止が多いですね。
ビックスって、ビックス自体のやつも売り金になる時もありますけど、まあ GMO クリック証券今、ビックスはもう2年ぐらい売り金です。こちらの方は年に数回、急騰するときに売り金になります。これ、バーンと上がるときに。なんかすぐ禁止するんですよね。でもこれもし、売り金が禁止されずにうまく引っかかって、ちゃんとロスカットを、なんていうんです？上に持っていけば、下がってくるのを待って、利益になりますので、これは面白いです、本当に。トレード楽しい時やってましたけどね。でも今回ベアの方ちょっとやってみようかなと思いました。はい。また、トレードの方でね、ちょっと、どうしようかな。せっかくなので、僕自分で言っといてあれなので、これ、今日、今生でやります。50.03 で、ビックスベアをちょっと入れてみます。刺さらないかもしれないですけど、いきますね。お前言っといてやらねえじゃねえかじゃね。せっかくなんで今日は。まずアラートを入れます。ですね。アラートが 50.03。はい。アラート入れました。まずここでチーンとなったら、引っかかるかなと。今 52.84 なので、もうちょっと下がらないといけないですけどね。金曜日でも結構 6.58 下げてるので、はい。それでは、GMO クリック証券をお見せして、インフォメーション、ウォッチリストか。ウォッチリストから入れば商品。ここですね。米国、しまった。ログイン。今あれ、遅っ。これちょっとあれですね。チャートがいっぱいでやばいかもしんない。CFD。遅っ。だからか。ライブができてなかったのかな。TikTok がライブが全然できないんですよ。だからかもしれないですね。この、インターネットの僕のタブのせいですね。はい。今出ました。入れば、バラエティ部門ですね、ここの。それから、米国 VI ベア ETF 押します。はい。来週下がるかな？わかんないですけどね。S&P が下がっちゃったら、本当はみんなあんまり良くないと思ってるんですけど、これ短期勝負のやつなので、で、これベアの複合注文。これ見えますかね？上。複合注文ですね、ここ。上。複合注文をします。ここですね。はい。それから、米国 VI ベア ETF の、買いになります。はい。押しました。で、この次、注文タイプっていうところで、僕の場合はいつも、if 段大使用注文ということで、最初に、2週間ぐらい、差し値と逆差し値を入れますので、if 段大使用注文を押します。はい。それから、価格ですけども、さっきの見たやつで、これか。50.03。ちょっとね、ここ0.09 だけ USD ってなんていうかな、なんていうの、スプレッドっていうのがあるんですけど、0.09 ならほとんど無視していいかな。50.03 と入れます。で、差し値を押します。で、ロット数は後で言いますね。これを週末にします。今週1週間でまず落ちてきたらっていうことにします。
どうしよう。翌週末にするか。2週間見ますわ。はい。で、指値と逆指値ですね。どこだっけ。チャートいっぱいでわからなくなっちゃうな。あ。損切りを 45.5。で、こっちが 60.9 ね。45.5。逆指値が 45.5 で設定します。で、指値が 60.5 だったかな。確か。60.9 か。60.9 と入れます。で、翌週末にします。これ多分またどっかで、期限切れになると設定し直さなきゃいけないですけどね。はい。で、問題はロット数なんですけど、今1ロットで1152円なので、確か、証拠金を何倍入れるんだっけ ?4 倍入れるんですね。4倍。なので、そうですね。4倍入れるから、5000円入れて、16,000円証拠金を増やします。あ、待って、これ。そんなにやらなくていいよな。あれ15倍。ベア3倍だよな。ベア3倍の5倍だよな。まあ、いっか。これぐらい入れときますわ、最初に。まあ、だいたい5000円ぐらい入れて、それから証拠金をさらに4倍入れます。今、4600円ですね。じゃあ、これ確認ボタンを押します。注文確定を押します。遅いですね。はい。注文が完了しました。ということで、注文一覧を見ます。今、ちょうどこちら、米国 VI ベア ETF っていうので、買いで 50.03 で指値を入れました。で、逆指値と利確の指値も同時に入っている状態です。はい。ここから、さっきの証拠金を何倍か入れるっていうので、この注文のボタンから変更というボタンを押します。はい。で、こちらの方の、ロスカットレート、見えますかね。ここですね。ロスカットレートっていうところの指定というボタンを押します。で、さっき5000円、4600円入れたので、ここでロスカットレートっていう値を、入れることによって証拠金を増やしていきます。まずですね、これ買いなので、証拠金、ロスカットレートの値を低めに設定するわけですね。例えば、逆指値が45だったので、これが、40でまず入れてみますね。確認をします。うわ、遅っ。2018円プラス。全然少ないです。ので、再入力を押します。ということで、次が40じゃダメなので、ここ30と押します。30。1万5、6千円になればいい。6600円プラスします。まだまだ証拠金が少ないです。再入力。じゃあ次、20にします。ロスカットレート20ってもうえらい低いですけどね。11,235 円。もうちょっとですね。15にします。13,539 円。4600円です。約3倍ですね。もう一息。13にします。このあたりでいいかな。証拠金これだけ。14,000、15,000円近辺ですね。OK です。で、今、証拠金を、
4倍近く入れましたので、レバレッジが、4分の1になります。だから、15倍だと思うので、これ値動きが。実際のところ、なんだ ?3.75 倍とかのレバレッジになります。それぐらいなら十分だと思いますね。で、これで、変更確定をします。で、OK ですね。はい。今ので証拠金を4倍入れてレバレッジを下げました。はい。ということで、まあちょっとこれ残高は分かりにくいと思うんですけど、ちょっと減ったですね。なのでこのトレードは一応自分の中では、2万円ぐらい入れたと。5000円で注文して1万5000円証拠金を入れたという状態になります。よろしいですかね。久々これライブでやったの初めてかな。ちょっと覚えてないですけど、注文の方をしました。はい。ということで、このベアっていうのも一回パーンと髭をつけるかどうかってよって指し値が刺さるという特徴がありますので、針のように刺さりますので、こうやって前もって注文をしておく。で、この針が万が一ですけど、突っ切って、パーンとこっちに落ちたらロスカットになります。これ、あれですよ。これじゃないですけど、ベア商品でも、さっきのこっち、このウルトラショートの時にね、すごい昔、ありましたよ。パーンと上に上がりすぎちゃって、みんなロスカットになったやつが。もう年に 2回ぐらい、ちょっと恐ろしいお祭りがあるかわかんないですけどね。あったかな？どこだったっけ？ここ1回あったな。12月の4日。すごかったですね、いっぱい。S&P が暴落したんじゃないですか。あとね、9月の21日も。あとここがね、7月の20日。この7月の20日はね、みんな、ビットコインとかみんなね、めちゃくちゃ落ちたですね。はい。こういう、とんがったとこですね。丸つけてますけど。チャンスなんだけど、まあ難しい。はい。という商品でしたね。ちょっと身をもって体験しました、今。刺さるかわかんないですけど、また説明しますね。それでは、続きいきます。今度はですね、金ですね。金のブルとベアについてです。もう見えますかね。金は、皆さんもご存知かな。これちょっと比較をしました。まずブル。これ1年で見ていいです？これ1年で黒い、これブル商品が見てわかるかな？こうなってますね。ブル商品の、チャートが。で、黒いこのグラフが金の先物のグラフになります。わかりますかね？この金の先物のグラフはほぼ1年間でレンジ相場ですよね。見てお分かりの通り。レンジです。はい。上がっても下がってもこれぐらいです。で、金のブルは時間とともにこう見てください。下がってるの分かると思います。はい。下がってますね。今年に関しては金のブルはショートを中心で考えた方が良かったという結果ですね。もっと金がずっと右肩上がりで上がってる年だったらいいんですけど、この1年はこういう形で、ショートを考えた方がいいです。このブルはショートです。いいですかね。もうグラフ見てわかると思います。ショートの方が圧倒的強いです。はい。という状態。それから、今度は、こっちの金のベアの方を見てください。ベアは難しいです。ベアはちょっと書いたんですけど、これベア僕、この範囲書いたんですけど、ベアは、レンジ相場でした。金のベアは。はい。見えますかね？黒いところが金の先物です。で、金のベアは、なんていうの？レンジ相場っていうか激しいレンジ相場みたいな感じ。あ、日経みたいな感じです。はい。2万9000から2万7000のあたりうろうろしてるような
金はだから、売ったり買ったり、売ったり買ったりする人だったらこの金ベアっていうのは面白いんですけど、どうですかね。はい。だったら金先物やってもいいかなと思いますけど、金のベアは軽減しないんですけど、上がりもしなくって、はい。値動きが激しい商品と解釈していいと思います。今年の金のベアは。はい。僕はそういうふうに、金の先物を比較して見えますけど、落ちてきてる感じもないですね。はい。ということですね。なので本当に、他の先物とか、1倍のやつと比較しないとわからないなと思って、今回こういうふうに比較ものを出しました。で、金はこうなんですけど、金の方はこれで、今度はね、原油ですね。原油はね、もう明らかに上昇ですので、これ金のブル2倍ですね。これはもう去年とか一昨年のナスダックのレバレッジと同じ2倍なので、もうすごいっす。この金のブルの ETF やってる人はもう、ウハウハだったと思います。今年。はい。全然上昇が違います。もうこれこそブル商品って感じですね。ただ、僕はもう、そろそろ原油は100でいったら、下落してくんじゃないかなと思って、下落を試したらこの原油のブル、これ USO っていう、UCO かっていうティッカーコードですけど、これはショートを取っていった方が面白い気はします。基本、ブル商品は下がっていく方が早いはずなので、落ち方も早いし、落ちる方の方が強いはずです。なんかね、最近思いました。ブル商品って言って、こういう上がり一辺倒の場合はすごい強いけど、レンジ、もしくはちょっと下げてるものは圧倒的に下げの方が強い商品っていうのがよくわかるかなと思います。なんで、今は持ってる方はずっと持ってらっしゃって、で、下がってきたところ、原油のね、とこ見ればわかりますけど、原油をやるより、もしかしたらこっちのショートをやっても面白いかもしれない。ただ、証拠金は必ず結構入れてくださいね。はい。原油よりはレバレッジは安いですけど、原油は20倍なので、ちょっと、証拠金余計入れますけど、こっちは15倍。10倍だ。ブルの2倍で、レバレッジが5倍なので10倍の商品ですね。はい。なので、原油が20倍なので、こっちが10倍ですね、標準が。ということになります。で、これはブルなんですけど、じゃあ、原油のベアはどうなのって話です。原油のベアはですね、もうひどいですね。今、指数が8ですよ。8。このままいったらこの商品って、ゼロになっちゃうんじゃないです？最近初めて見ました。この原油のベアの商品。もう下がりまくってて、やっぱ下に圧力が強いので、もう指数が8です。はい。これこそ、召喚するのかなって思いました。もうちょっと行くと、もう指数がないですもん。はい。こういう商品もあります。どうなるんでしょうね、こういうの。わかんないですけど。どんどん昨日 5% 下げてますもんね。はい。ビックスよりひどいと思います、これ。ビックスよりひどくないです、これ。すごいですね、これ。なんでしょう、この商品。はい。多分ですけど、はい。ショートしまくっていけばいいんですけど、どうなるの？これマイナスになってもやるのかな？ちょっとこれ、興味本位だけですけどね。はい。これ、だから買えも言えないです。ショートしろとも言えない。
だってもういつ終わるかわかんないですよ、これ。はい。という商品でした。これやってらっしゃる方がいたらね、ちょっと聞きたいですね。この原油のベア2倍。はい。という商品ですね。はい。次いきますね。これ皆さん注目してるとこだと思います。新興国と中国のブル3倍です。はい。これも比較出しました。1年間で、1年間の推移ですね。ちょっと待ってくださいね。1年間。はい。これごめんなさい。ちょっと見にくいと思います。黒のところが、1年間の、なんだっけ、新興国 ETF。IWC なんとかとかいう、1倍の新興国 ETF の値動きです。ほぼ、1年間でパフォーマンスが、ね、4% ぐらいしか上がってないです、今年。この1年ですね。4% で、もう、レンジですよね、ほぼ。ハロー。いつも12時過ぎにありがとうございます。頑張っております。喉が借りてきました。はい。これ、ちょっと飲みますね。明らかにこの新興国 ETF も1年間でずっと低減して下がりまくってます。じりじり下がってます。はい。ここにちょっと書きましたけど、一応僕は前までショートは推奨しなかったので、この新興国はレンジもしくは下げ相場の場合、基本ショートと書いてありますけど、チャート表示はしてません。ただ、これはまだ新興国はこのまんまだったら、中国が上がってこないと、で、ポートフォリオが、あれなんですよ。なんか、新興国なのにインドのポートフォリオが低いんですよね。なぜか。1位が中国で、2位が韓国で、3位が台湾だったかな。はい。まあ、台湾はいいんですけど、韓国と中国が下げてるので、はい。そういう感じになってます。で、これインドが入ってきたり、ポートフォリオが変わってこないと、この新興国 ETF は、ちょっとね、中国以下によりますけど、レンジ相場のままだと思います。ので、下がり続けてるというものになりますね。で、ブル3倍ですけど、全然ブルではありませんと。あれどっか行っちゃった。これね、もうこれ、まあいいや、もう後でしますね。これ中国ですね。中国のブル3倍も、もう見ての通りですね。はい。1年でちょっと見ます。中国はこの1年からすると、レンジより若干下げてるじゃないですか。だからブルもひどいですよ、もう。さっきの原油とほぼ一緒。このブル3倍の ETF も、もう 8.79 ですもん。もうこれゼロになっちゃうんじゃないですかっていうぐらい。はい。そういう状態になってきてしまいました。はい。なので、商品としてはまだ下げの方が強い。レンジの商品は、ブル商品は下げます。と考えてください。なのでこれ、また、チャート表示できればします、これ。ショートのやつまたちょっとしますね。今日はショートがいいよっていう話しかしませんけども、またどこがいいか、どこも出したいと思います。はい。という状態ですね。あと、多分、もうこれくちゃくちゃになっちゃうの。すいません、くちゃくちゃになっちゃうので、最後、ロシアです。ロシアとダウですね。ですね、ロシアは1年間で見ると、やっぱり
最近下げてきたんですけど、ちょっと前までは上げてたんですよ。うん。ですけど、基本、これもロシアもレンジぐらいで見ていった方がいいと思います。なので、ロシアのこのブル2倍も同じように、多分みんなショート目線です。はい。ロシアのブル2倍もショート目線です。フォローありがとう。東雲さんありがとうございます。サラさんの安定の時間。一応前僕なんかレバレッジニュース24って言ってた気がする。いい。こっちの時間が12時っていう意味ですね。はい。そうですね。チャイナ上がってこないと、はい、やばいです。僕もチャイナ、上海買ってます。だけど、もう、このブルの方は、売りを仕掛けようっていう感じですね。で、ロシアのこのブルの2倍は、売り金だった気がします。そう。このインフォメーション見て、GM クリック証券の、出るかな？確か、今ね、売り金がね、金のベアが売り金になってる。金のベアとロシアのブルがこの新規売り規制になってますね。金のベアが売り？まあそうですね。確かに金クッと上げましたもんね。短期で狙ってるやつがいるんだ。すごいですね。これ金のベアが。この間までね、この取引のね、売りがね、フォードとブロックスクエアですね、昔の。が売り金でした。はい。キャーンと下がったんですね。はい。ということで、ロシアは今、売れません。はい。書いてありますよ、俺。ロシア売り金中って。はい。です。ということですね。で、最後、ダウなんですけど、特集の。ダウは3倍ブルっていう商品があります。GM クリック初期で。UDOW と言います。これが、どう判断するかです。黒い矢印がこの1年間での、ちょっと1年間出しますね。1年間で、これ1年間でダウの動きです、これ。黒が。で、3倍ブルは、ちょっとだけ上に行ってるんですけど、下がった時は変わらないっていう状態。これをね、どう捉えるか、ロングで捉えていった方がいいかですね、ダウの場合。ダウは正直、去年までは、じり上がりです。じりじり上がり。だから、じり上がりの相場の場合、3倍ブルっていうのを有効に使うかどうか。ただ、一言言えることは、やっぱり短期投資になりますよね。この期間なんですけど、ダウの3倍をやるのに。この山があるじゃないですか。この山の期間が、上がって下がってる時間が、こうですね。2ヶ月なんですよ。上がって下がって、上がって下がってっていうのが。イタリアでもそうだったんですけど、イタリアの相場と似てるな。上がって下がって、上がって下がって、これが2ヶ月。で、次の山も、上がって下がってるのが52日、2ヶ月です。ってことは、このダウの3倍をやるのも、1ヶ月ぐらい見て、1ヶ月見て下がってとかっていう感じでいくので、商品自体はやはり、皆さんがどういうスタイルでやるかによりますけど、1ヶ月から2ヶ月の商品と思った方がいいですね。はい。原油とか天然ガスは1ヶ月2ヶ月持てないですけどね。あれはもう1週間、下手すりゃ、デイトレード並みの時もありますんで、天然ガスなんかは1日で決まっちゃう時もあるので、あれですけど、このダウの3倍ブルっていうのも、まず言えるのは、
2ヶ月ぐらいで、最大2ヶ月です。はい。短期間。ただ、見ていただくとわかるんですけど、上がることには上がってます。上がることには上がります。下がるときに元に戻ってます。ダウの値とほぼ。ね。わかりますよね。こう上にこう、今ちょうどこう、見ると上に行ってる感じじゃないですか。下がってるときはこうですよね。はい。という商品でした。ということで、それぞれ、ブルベア商品っていうのが特徴があって、で、こういう1倍の、レバレッジ1倍のやつと比較をするとより、この商品は普段の株価とどういう動きをしてるのかなっていうのがわかるかなと思います。なんで僕、それぞれちょっと特徴をね、こうやって書いておきました。まあ分かったのは、この新興国や中国とかは圧倒的に、ショート目線。このベアも、原油もこれちょっとショート目線のがいいんですけど、それまだ今はちょっとやれない。金のブルはショート。で、ビックスのベアは針が刺さったように刺さればロングで仕掛けるのは面白い。というまとめになります。こっちのウルトラショートはちょこちょこショートを仕込むっていう商品になりますね。それぞれの、特徴があると思いますので、ぜひね、一回ちっちゃいロットで、こんな動きするんだって、もし、ゲーム感覚でやれる方がいたら、試してみてください。僕は実ははい、もう先言いますけど、他にも入れてます、注文は。お見せしますね。こうやって言ってお前やらないかって。さっきサラさんがいると前にやったのかな。この米国 VI ベア ETF を注文しました。それから、ごめんなさい、これ銀とペトロチャイナはまた後説明しますね。はい。金のブルの ETF をショートしてます。これもう指し値が刺さってます。はい。注文を入れました。中国銀行とか無視して、はい。新興国のブル3倍もショートを入れてます。はい。もうこれちょっと前にやってますね。はい。で、あと、注文が切れちゃったあれ。中国の3倍ブルが入れてたんですけど、多分注文が、有効期限が切れちゃいました。はい。これ有効期限切れちゃうとこれどこにも載らないんですよね。うん。また、中国の方はちょっと見て入れたいと思いますけどね。でも今ちょっと注文多いかなと思います。自分の中でも。こんな今状況の中で、ね、ショートばっかり入れてっておかしいですけど。はい。という、今、注文状況と、約定したものになりますね。はい。それでは、ワオってどうしたんですかそれでは、世界の ETF のね、話をパッパッと進めていきたいと思います。特集終わりました。はい。毎週日曜日は世界株を中心にやっております。インドネシアですけど変わらないです。高いところに推移して、先週1週間はギュッと上げていきました。はい。いい傾向ですね。持ってれば美味しいです。はい。という状態。絶好調のインドネシアでした。全然会話がやってきません。次、タイですね。タイもダブルボトムしたんですけど、上昇トレンドを沿って上がっていってしまいました。今週ね、東南アジアがね、割といいです。はい。タイも上がっちゃいました。ので、買い場からちょっと逸れてしまいました。もう本当落としてきてほしいんですけど、タイは買いたいですけど、変なダジャレになりましたけど気にしないでください。はい。次行きます。ベトナムがね、先週カーンと落として、で、今、ちょっと落ち着いてきたんですけど、チャンスかもしれないと思っております。ベトナムやっぱここだけ上がりまくったので、もうちょっと緩やかにね、回復してくれるといいなと思いますけどね。はい。
もうちょっとすると、アラート鳴らすので、ベトナムは今、もうちょっと今、見てます。はい。次、マレーシアですね。マレーシア、高配当のマレーシア。上がっちゃいました。1週間で。クッと上がっちゃいました。差し値入れたんですけどね。かからなかったです。はい。差し値じゃない、アラートだ。はい。まあ、でも、まだ、下落トレンドの範囲から抜け出してないので、もう一回、ここで揉み合って上がっちゃえば、上昇トレンドに入るかもしれませんけど、まだ、下落トレンドの範疇にいます。うん。なのでまだわかりません。とにかく配当が 6.5% なので、マークしてます。あ、そうです。ワオ結構多いですね。管理が大変そう。ああ、そうですね。そうですね。なんでしょう。チャートは毎日結構やっぱ見てるので、これ一回一回あんまり見ないっす。なんて言っていいか、注文入れてから1日1回、2回見るぐらいかな。うん、チャカチャカ見ないんですよね。なんでしょう。スイングトレードだからある程度ちょっとこうリスクも覚悟してるっていうか、あと証拠金をいっぱい入れてるので、レバレッジを結構下げてるので、多分それでかもしれないですけどね。レバレッジが高いと儲かったりするんですけど、多分すごい値動きチャカチャカ見ないと管理余計大変だと思うんですけどね。そうそうそう。チャートはね、毎日見てますね。はい。今何銘柄？そうですね。そうですね。今、ちょっと多い。これ12銘柄ですね。今、買ってるのが12銘柄で、注文してるのが、だから多分最大15銘柄ぐらいですね。多分、言い方すると20銘柄前後ぐらいまでかな。トレードは。という感じです。はい。僕の方はそんな感じで考えてます。アラートはね、結構鳴らす方なんですけど、約定させるかどうかまたね、別ですもんね。はい。それじゃあ、次がですね、フィリピンですね。フィリピンは、はい、いい形です。じり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 上昇トレンドに乗ってきてます。ちょっと先週末下げましたけど、週末にかけてスッと下げましたけど、でも高い位置であることは変わりません。復活ですね、フィリピンは。そういう風に見えます。だいぶ昔に比べやね、落としてますけど、こうね、コロナからもいろいろありましたけど、だいぶ持ち直してきました、フィリピンは。それからシンガポールも、そう、ダブルボトムつけてちょっと勢い良すぎです、これ。キュッと上がっちゃいました、今週で。はい。全然あれです。この 20.85 まで来ません。今 22.4 ですね。はい。高配当のところがね、全然買えないです。はい。全部。世界株ね、全部、高配当買いたいと思ってるのに狙えません。ヨーロッパがもしかしたら狙えるかもしれないですけどね。はい。今高い位置にいます。次ですね。韓国。ダメです。まだ 72. 点いくつです。はい。これあれですよ。日経よりダメじゃないですか？こんな言い方失礼ですけど、韓国の方がダメですね。はい。上がってきません。本当に。本当に上がってきません。なんでしょうかね。はい。台湾ですね。台湾は、半導体で週末、ドーンと落としたんですけど、ここ。でもまだ高い位置にいることは間違いないです。高い位置にいます。まだ200日移動平均線の上にいます。台湾はまだ上昇トレンドかなと見てます。
買いたい方はちょっと200日割ったところまで待った方がいいかなと思いますけどね。必ず落としてくることはあると思います。半導体ですので、NVIDIA が、あれですね、また、来週決算ですよね。台湾セミコンダクターはもう決算終わったんですけど、半導体銘柄、影響出てくる可能性はあるかと思います。次いきますね。トルコ。わかりません。もう、最近ちょっと安定してますけど、安定してるっていうかちょっとレンジになってますけどね。この2ヶ月ぐらい。これを安定と見ていいかどうかがわからないです。もう、はい。次、イタリアですね。イタリアは前に言ったように、上がって下がって上がって下がってということで、やっぱドイツとユーロと動きを似てると思います。ドイツと似てますね、イタリアは。はい。で、下がってきた時に買っていくと、ドイツもそうですけど、今のドイツとイタリアは、多分下がった時に買って高い時に売るっていうレンジ相場を形成してると思います。ただ、イタリアの方がレンジの幅が広い気がするので、ドイツはまだ15,000から16,000の間にずっと行ったり来たりしてるんですけど、イタリアの方がもうちょっと動きが激しい。取引高の関係もあるかもしれませんけどね。はい。今下がってきそうなので、もうちょっとしたら、今 32.13 なので、31.6 ぐらいすると買い場かもしれません。このパターンが本当に正しいかどうかわからないですけどね。なんでこんな動きしてるのかわかんないですけど。はい。前から見てイタリア珍しい動きしてるなと思ってます。次、スイスですけど、館内です、これ。これをね、上昇トレンドの付け根と見ていいかどうかです。スイスは。はい。今、だから上昇トレンドの付け根と見れば買い場近いです。はい。これを買いたい方とかは、スイスはチャンスかもしれないんですけど、どうでしょうって感じですね。僕はまだちょっと他を見たいので、スイスはまだ買いたいとは思わないですけども。はい。でも上昇トレンドの付け根かもしれない。オランダが、俺も、一段下げてここね、下げてきて、今、またちょっと下げてきて、金曜日 3% 下げてるんですよね。で、これもしもう一段下げてきたら面白いですけど、今でも、これあれと似てます。アマゾンと似てます。チャートが。アマゾンもこの1年間こういう高いとこ行って、この間決算で前にボーンと落として決算でボーンと上がって、また落としてますよね。ちょっとオランダとアマゾンを似てました。はい。という動きをしてます。今ちょっといい位置、買い場近いところにはつけてるんですけど、もうちょっと下げてきて上がってきたら、ダブルボトムかなという見方もあります。こんな感じです。まだわからないですけどね。はい。はい。あと、ちょっとですね。イタリアがガス代がすごく上がってツイートしてる人が増えましたね。やっぱあれですね。あれ、なんて言うんですよ。ウクライナの侵攻によって、石油とか天然ガスとかが今、供給が不安定になってるんですかね。日本もまずまず高いですけどね。でも日本よりもヨーロッパの方が、大変だと思います。あと、スウェーデンの石油会社が、だったですか？供給がこれ以上できねえとかって、CEO が喋ったっていう話もちらっと聞きました。とにかく原油の今需給が、足りないっていうか、とにかくロシアがどう供給するかで、かもしれないですよね。もう本当は、なんとかしてほしいですね。一喜一憂してますもんね、あの人たち。もう、ロシアとウクライナはもう、騒ぐんじゃねえとか言ってますしね。
はい。原油は本当わかんないです。アゼルバイジャンからのルートがどうのって見ました。ああ、そうですね。はいはい。そうそうそう。ね。ということで、まあ原油は本当難しいとこですけどね。はい。ベルギー行きますね。ベルギーは、下落トレンドにゆっくり下げてきてます。はい。これを、この 20.09 までいいサポートラインまでずるずる下げてきてたら面白いですけど、この 20.9 を下げちゃうともうとんでもない奈落の底です、ここ。これ見えますかね。ここと、ここ、と、ここ。はい。この今のサポートラインを割っちゃったら、コロナまで行ってらっしゃいになっちゃいます。はい。なので、熱いサポートだと思うんですけど、どうですかねっていう感じです。はい。でも、ハイトが高いので、ベルギーも。ちょっと魅力なんですけどね。はい。魅力なのは本当だってスウェーデンの方が魅力です。不動産が多いんですね、きっとここ。6.2% もあります。下がってきているんですけど、これもまあ Amazon みたいな状態ですけど、1年間高くて、下がってきて今ちょっと乱高下している状態。サポートラインがこの39のあたりあるんですけど、もう一段36というとこも厚いとこがあるので、どうかなって感じです。はい。今のところもうちょっと下がってくる可能性あるように見えますけど。はい。買いたい。どっちかっていうとそう、スウェーデンですよね。見たいですね、ここ。はい。南アフリカです。もう行っちゃってます。ビューッと。はい。もう、はい。いち早くカムバックしてますね。オミクロンの。はい。ブラジルです。ブラジルも下がりません、全然。何ですかね、これ。なんで今頃強くなってるんだろう。ブラジルがなんか上昇トレンドに乗ってきたような、はい、動きをしてます。オミクロンの遅い復活なんかちょっとわからないですけど、本当に調子がいいです。ブラジル。はい。超高配当です。チリです。チリもちょっと上がってきてる。だから南米の方がちょっと上がってきてて、下落トレンドにいるんだけど、新興国っていうのかな、南米は。でもポートフォリオの中にあんまり南米ってウェイト ETF で入ってこないですよね。うん。チリもちょっと面白い動きをしてます。はい。分散投資するには本当南米も見といた方がいいなと思いました。メキシコです。メキシコすごい綺麗な上昇トレンド。メキシコとカナダがね、綺麗な上昇トレンドなんですよね。はい。もう今かなり上なので、もう僕利確の上まで行っちゃったのでメキシコはちょっと買えないですけど、はい。メキシコとカナダはいいと思います。はい。下がってきてほしいっす。一回ちょっとお試ししたいですね。カナダとメキシコは。はい。そのカナダでオーストラリアですね。カナダがね、ちょっとだけ上昇トレンドだったところがちょっと緩やかになってきました。ただまだ、この日足の200日から上にいるので、まだまだ上ではあるんですけど、ちょっと緩やかになってきたなって感じです。まあ S&P と似てるなと思ったんですけど、カナダの方が最近強いなって思いました。はい。はい。こんな動きをしてます。ETF 最後にオーストラリアですけど、オーストラリアはトンガから復活したのかわかんないですけど、今週キュイッと上がっちゃいました。はい。V の字になりました。ただ、木金と売られてるので、もう一回落としてくるかもしれませんけど、とにかく急落から上がってきています。なんでしょうかね。なんか物流が良くなったのかちょっとわからないんですけど、はい。なので、一応また、オーストラリアこの間書いてなかったですけど、リスクリワードを書きました。はい。23.1 のとこで下がってきて、ダブルボトムに
こうね、なるようだったら買いたいなと思います。はい。そうですね。はい。今の、EU はそうですね。プーチン次第ですね。プーチン。プーチン。あれプーチン。よいしょ。もういっぱいプーチン出しときますよ。ちょっと壊れてきた。いや、ちょっと、なんか飲もうかなと思って。あ、すいません、しめじさん、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。おやすみなさい。はい。すいません、遅くまでありがとうございます、本当に。はい。はい。あと15分頑張ります。はい。それではですね、プーチンだらけにしたところで、次、中国、香港のところをパッパッと見ていきたいと思います。まず上海と中国ですけど、今週の上海50は、なんかね、上がってこなかったです、最後。これハイテク、上海 A50 はね、ハイテク銘柄だからかもしんないですけど、あんまり良くないです。で、上海総合指数自体はここまで下げてないと思います。上海 A50 は、ちょっと、落としてました。なかなか上がってきてません。その代わり、香港の50の方は、いいですね。まあ、ちょっと下げてますけど、まだ高い位置なので、十分上昇トレンドに行く可能性を持ってます。下がっても、まだ24,600ですので、はい。まだまだいけるところではあります。はい。で、個別株の方参ります。テンセントですね。テンセントはちょっと上がってます。ちょっとでも信じられないですけど、相変わらずレンジといやレンジだし、上昇トレンドかなと思えば上昇トレンドに入った気もするし、っていう状態です。はい。はい。テンセント高すぎです。中国商工銀行は、もう、すいません。中国のもう銀行系はもう高すぎて、もし、これ今日紹介はあんまりできないですけど、ショートをしたい方とかは、ちょっと値動きを見てほしいと思います。はい。ショートできるかもしれない。ただまだ、なんていうかな、こう、ショートするにも、揉み合ったり、なんていうの、こういう形になってないこういう山の形になってたりとか、ね。まだなんか一方通行なんですよ。見ていただくとわかる。まだ上がる可能性も持ってるので、高止まりしてないので、これが。だからまだ今、ちょっとショートはわかんないです。値動きを見てショートするのもいいか。ちょうどこの商工銀行だと、ここのここですね。5のあたり、今 4.93 なので、5のあたりでもみ合うんじゃないかなと思うんですけど、あとオリンピックが終わってから、この銀行がどうなるかっていうのも見ものですね。はい。とにかく今中国の銀行系が高い。はい。です。あと高いのは保険業界も高いです。これも見てください、もう。はい。高いです。中国の、保険会社ですね。それから建設銀行も高い。もう高い。高いしか言えない。はい。もうショートならですね、まだ一方通行です。これも保険会社も高い。高いばっかです。高いばっか。一方通行です。はい。で、その中でも、まあ、これも高いですけど、いつも出してるギャラクシーエンターテイメント、香港のカジノですね。はい。香港のカジノはまあまあ、高止まりしてるかな。
でも高いですね。これをW と見るのかどうかですね。はい。はい。次。レノボ。これ面白いです。パソコンのレノボは、やっぱりちょっと高いですけど、上昇トレンドにひたひたと乗ってる気はします。で、下がってきた時に買いチャンスがやってくればいいなと思います。はい。で、配当も 3.7 なのでいいと思いますね。レノボは買いだと思いますね。チャイナモバイル。これおかしいですよ、これチャイナモバイル。これ。もう、なんでしょう、これ。これ。もう、チャイナモバイル配当が 6% もあるのにもかかわらずですよ。一方通行極まりないです。はい。おかしいです。これなんか、携帯配ってんすかね？中国国民にみんなに。これどうなってんすか、これ。はい。でもなんか、中国アップルのシェアが広がったって言うんですけど、圧倒的にまだ、ですね、世界の中で、なんか、アップルが強いのって日本が強いみたいですね。で、圧倒的にアンドロイドの方が、携帯って強いみたいですね。だから多分中国もまだ8割型アンドロイドじゃないですかね。日本が6割近くが iPhone だったかな。で、4割ぐらいが Android っていうのを聞いたことがあります。チャイナモバイルどういう動きするかわかんないですけど、とにかくもう、一方通行すぎます、これ。もう、なんか中国の値動き見て、こんな値動きばっかですね。ペトロチャイナですね。これも高いです。ペトロチャイナ高いんですけど、やっぱ、石油会社なのでしょうがないんですけどね、ここも。でも、一方通行かっていうと最近ちょっと揉み合ってるんですよ。この一週間。高止まりしてる感じです。はい。ちょっと高い位置にあるんですけど、この中国のペトロチャイナは、他の、エクソンモービルとか、原油とか見てるより、ちょっとまだ落ち着いてる。出遅れ感違うか。があります。他のとこよりも上がり方がまだ鈍い。と思います。電気会社のチャイナロンユアンパワーですね。電気がね、はい、電気が上昇トレンドだったんですけど、中国の電力会社が最近、ちょっと揉み合ってます。はい。チャートが揉み合ってます。他のとこはね、どんどん上がってってるんですけど、中国は上がってきていたんですけど、ここ、最近、そうですね。最近じゃねえな、もうこのレンジボックス圏内に168日いるので、5ヶ月？これ5ヶ月ですね。まあまあ、レンジですね。こう見ると。はい。なのでちょっと下がってきた時にどうかなと思いますね、これ。電力会社ですね。はい。あと、10個ぐらいで終わります。HSBC ホールディングス。香港の銀行ですね。一方通行です。この間まで、売り金でした、これ。なんか、高いから売られると思って、なんか売り金が出てたんですよ。これ解除されました。すいません。この間解除されました。売りを。だから多分みんな、どっかで、中国の銀行も、香港も、こういう一方通行でどっかのタイミングで売りたいと思ってる気がします。それが、オリンピック終わってからかわからないですけど、もう先に香港の銀行の方は売り金が出てました。はい。ということだけお伝えしますね。ドンフェンモーターズ。自動車ですね。これずっとレンジです。はい。1年間こんな動きをしてます。一回ちょっとおかしな動きしましたけど、これ、8月の十何日ですよね。
ドンフェンさん、ここだけ。ドンフェンって、あれなんかあの人なんて言うんですあれ、日本の騎手のドンフェンじゃなかった。あれ、なんか変な人いましたよね。不動産王かなんかわかんないですけど。あ、HBC 法人店舗増えた。あ、そうなんですか。へえ。そうですね。イギリス系の銀行なのかな香港に支社があるんですけど、もともと ADR であれですよね。世界銀行系ですよね。すごい綺麗でしたよ。ちょっと、プーチンからね、ちょっとこれ、あれ建物が綺麗です。HBSC。あれこれで出るかなあれ俺、あれ間違えてる。ごめんなさい。HSBC ホールディングス。HSBC だ。建物がね、香港のすごい綺麗だったと思ったんですよ。ああ、そうそう。あれこれかなあ、小さいですね、これだと。あ、これ。あ、小さいですね。すいません。なんか小さいです。せっかく見せたいのに。そうそう。すごい大きくて綺麗な銀行だなと思って、見てました。はい。すいません。プーチンから変えちゃったですけど。どこまであれそうですね。はい。ということでした。ドンファン。ドンフェンじゃない、ドンファンね。そう。はい。なんか、愛人が AV に出てた何ですか逮捕されただが麻薬だとかなんか、めちゃくちゃでしたね。なんじゃそりゃって感じでした。うん。はい。はい。もう少しで終わりますね。ワンワンチャイナですね。もう、これね、やっとね、一方通行からね、ワンワンチャイナの食品会社ですけど、ちょっとね、下がってきた陰りが見えました。ので、僕実はここショートを仕掛けてます。ただ、ここまで上がってこないので、まだ買えないかもしれないですけど、一回つけたら、ショート仕掛けてるんですけど。はい。これ何気に、ショート。はい。おかしいですよ、これ。ワンワンチャイナは。と思っております。はい。牛さんは、メニューデイリーここは、なんか逆三尊で上がっていってます。もう今、なんか本当すいません。中国、結構主要のものは全部上向きですね。通人マイニングも今週ブイって上がってますね。はい。はい。なんでね、まあ、通じマイニング、なんでこんな上がるのかなと思いますけどね。ちょっと、決算じゃないです。意外です、ここも。ここがね、一個ね、上がってないです。テクトロニックインダストリーっていう企業ですけど、はい。そうですね。以前は違うバンクだったのが、そうなんですね。やっぱ、強いんですね。HSBC は。はい。なるほど。そう、この、エクトロニックスインダストリーって何者かわからないんですけど、僕は。耐久消費財ツールハードウェアとありますね。ここがね、いい感じで落としてきているので、ちょっと今、ちょっと上がっちゃいましたけど、形としては、ちょっとこんなね、M シェイプがね、気になりますけどね。ここがね。で今下がってこうちょっと戻してるかなと。で、ここでうまく下げ止まっていくと面白いかなっていう話ですね。中国の
今の値動きからすると珍しい動きをしてました。これだけ。はい。あとちょっとです。アンチコーチンセメント。これもダブルボトムをしていて、高いとこに行っちゃいました。はい。行っちゃいました。残念ですね。これは本当どうしようかなと思ったんですけど、まだそうですね。下落トレンドにいて、やっと今上昇トレンドに転換してるかもしれないですね。もしかしてこれちょっといくとカップイズハンドルみたいに面白い形になるかもしれません。はい。業種的にはちょっとはね、建設関係なのでどうなのかなと思いますけど、中国建設関係いいかわかんないですけどね。はい。中国の恒大環境っていう方ですね。こちらは高いです。まだ。I1 にいます。ちょっとまだ買えないです。調子いいです。ずーっと調子いいです。はい。本当に中国今調子いいです。調子いいっていうか下がり止まったって感じですかね。キングソフトです。ここのキングソフトも今下げ止まってるので、もしかしたらいいかもしれないです。はい。というふうに見てます。はい。チャイナガスです。ここはですね、ちょっと、ダブルですけど、今までが今までなので、下がりまくってるので、これを下げ止まったっていうのかどうかはわからないので、まだリスクリワードも出してません。上昇トレンドもなかなか書けないので、チャイナガスは、もう見た方がいいです。はい。とにかく決算がいつも悪い。なんでこんな決算が悪いかわかんないですけど。予想よりいつも外れてます。最後。中国銀行。出ました。キュイーンって。銀行がこんな動きしますかね本当に。もう、このチャート。一番ひどいです、これ。ひどいっていうか、中国銀行、この、高いなと思ってたところより突き抜けそうですもん。はい。という状態。測定不能ですね。でも、下がってきたなって分かれば、絶対ショートを入れる人多いと思いますよ。ただ、配当が高いので、そうなんですよ。この配当の高さがショートさせないのかわかんないですけどね。7.8 ですもんね。はい。ラスト、シノペックです。はい。ここが、ガスとか石油とか供給するとこですけど、ロシアの関係でヨーロッパに、供給しよう、協力するよって言った会社でもあります。中国の、石油とかですね。はい。高い位置にいますけど、でも、他の石油会社とかよりは、まだシノペックの方が上がってはいないと思います。中国の石油会社はそこまでギュッと高騰してませんね。はい。需給の関係がちょっと違うかなと思いましたけど、でも高い位置にいます。買える状態ではないですね。だからといってまだショートできるかっていう状態でもないです。はい。ということになります。はい。だだだっと喋っていきました。1時になりましたね。今日喋りまくりました。プーチンがドンマン。面白いですね。そう。そう。いいですね、それ。はい。では、火曜日なんですけど、あさって、米国株の方の、また、見ていきたいと思います。来週、決算より多分、利上げの関係でどうボラティリティが変わるかが見ものですね。決算は確かに NVIDIA とかちょっとありますけども、ピークは越した気がしますよ。それより、やっぱり今なんかあんまり米国株がいい雰囲気になってないので、そこを利上げの情報や何かでどういくかなと思います。だから多分皆さんも今こういう日曜日今日やってる分散投資で、例えば米国株の方も高配当を狙ったりとか、こういう世界株とかコモディティとか銘柄とかにチラチラと見ながら、積み立てはまた別かもしれないんですけど、っていう風にね考えていただけたらいいんじゃないかなと思います。僕もできるだけ分散投資を
するように、チャートから、こうやって3の銘柄をね、紹介していければ嬉しいなと思っております。はい。じゃあまた、火曜日ですね。11時から、やっていきたいと思いますので、はい。ありがとうございます。あ、お花さんもありがとうございます。はい。これで終わりますね。はい。すいません。それでは、ちょっとニュースを出して終わります。どうもありがとうございました。失礼いたします。